ディーゼル10に狙いをつけた。本日は USC 第2回バトルロワイヤル。プラレールたちがコース上で激しくぶつかり合い、脱線すれば負け。最後までコース上に残った1台が勝者となるこの競技。果たして王座に座るのは。今回使用する車両はこちらの17台。前回大会で優勝したアシマは決勝からの参戦。それ以外の車両は A、B、C、D の4つのブロックに分け戦わせ、勝者が決勝へと進みます。まずは A ブロック。初登場のジェームスを含む4台の対決。今回のバトルロワイヤルは新キャラと常連キャラが入り乱れて戦います。果たしてどの車両が決勝へ進むのか。早速フリンとパーシーが激突。しかし勝負がつかずもう一度見合います。画面左側ではジェームスを55パーシーが追いかけています。この先は U ターンレールからの行き止まり。逃げ場のない状況で生き残るのは果たしてどちらとなるのか。ジェームスだ。初登場ジェームスがベテランの55パーシーを倒しました。そのまま勢いに乗って残る2台を倒しに行くジェームス。おっと、ここでフリンが倒れた。そしてフリーとなったパーシーが押し出したということで A ブロックの勝者はパーシーとなります。続いて B ブロック。こちらのブロックではノーマルタイプのゴードンが初登場。果たしてどのような活躍を見せてくれるのか。早速シューティングスターゴードンとゴードンが対峙した。ゴードンシューティングスターゴードンを軽々と崖の下に投げ飛ばした。そして画面右側では55トーマスとノーマルトーマスが接近。硬直。力が均衡しているのか互いに動けなくなってしまいました。そこにゴードンが近づいていく。2台まとめて弾き出した。ということで B ブロックの勝者はノーマルゴードン。続いて C ブロック。こちらのブロックでは勇敢で面倒見のいい4バオが初登場。そして普段お邪魔虫として登場するディーゼル10も選手として出場します。果たしてどんな勝負になるのか。1人だけスピードが違うケンジ。 U ターンレールで加速をつけてディーゼル10に狙いをつけた。ディーゼル10を倒したものの勢いを制御できず自爆。そして残る2台も接近。4バーを追い詰める55ディーゼル。しかし4バーが打ち払った。ということで C ブロックの勝者は4バーとなります。いよいよ最後のブロック。 D ブロックには視聴者の方からリクエストがあったヘンリーが初登場。紳士的な性格とはミスマッチな今回の競技にどう適応させていくのか。流線系トーマスがヒロの後を猛スピードで追いかけています。そしてそこにレベッカもやってきた。ヒロ絶体絶命のピンチ。倒した。しかし次の相手は当チャンネルの大ベテラン車両レベッカ。そう簡単には倒れません。そこにヘンリーが近づいてきた。この勝負どうなる。数々の逆境を乗り越えヒロが生き残りました。ついに決勝戦のカードが揃いました。果たしてこの車両のうち王座に輝くのはどの車両か。 USC 第2回バトルロワイヤル決勝戦スタートです。今回決勝まで生き残った車両は重量とパワーのある蒸気機関車たち。最初に勝負を仕掛けるのはパーシーが動いた。パーシー VS ヒロ。果たして相打ち。さらに画面左側では残る3台が接近。初代王者アシマを4バオとゴードンが行き止まりに追い詰める。しかしさすがの初代王者、2台に押されても倒れることなく健闘しています。ここでタイムアウト。長時間勝負がつかなかったため仕切り直しです。次が泣いても笑っても最後の戦い。果たして勝利の女神が微笑むのはどの車両か。4バーとパーシーが行き止まりの崖へと入っていった。そこに足間と広間で登場。これは大混乱の予感。4バーを得意の横振りでパーシーを投げ飛ばした。
しかし息をつく間もなく後方から現れたアシマとヒロと押し合いが始まりました。あ、アシマが4番を突き落としたが、さらにそのアシマをヒロが突き落とす。残る車両はヒロとゴードンの2台。果たして同時？いや、わずかではありますがヒロが先に落ちてます。ということは王座に輝いたのはノーマルタイプのゴードンとなります。今後もアルティメットサバイバルチャンピオンシップ、通称 USC は続いていきますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。また概要欄のリンク先でオリジナルグッズの販売も行っていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではまた次回の USC で。